宇宙関連の株が昨日1日で 34% 上がったのだ。1日で 34%。仮に NISA で100万円入れていたら、翌朝口座を開いたら34万円増えていた計算なのだ。そしてその同じ夜、3年続いたウクライナの戦場が3日間だけ止まったのだ。34% って一夜にして34万円増えたってことですよね。それ普通の会社員の月給超えてるじゃないですか。宇宙株で何が起きたんですか？今日は5本のニュースを横断するのだ。最後の1本が、あなたのスマホとメールと SNS がアメリカ政府に全部筒抜けになっているかもしれない話なのだ。1本目はロケットラボなのだ。CNBC によると、アメリカの宇宙企業ロケットラボの株価が5月8日、史上最高の1日上昇率 34% 増を記録したのだ。理由は2つ。第1四半期の売上高が予想を上回ったこと、そして過去最大規模の打ち上げ契約を発表したことなのだ。過去最大の契約って具体的にどのくらいの規模なんですか？ロケットラボって正直あまり聞いたことがなかったんですが、スペース X とは違う会社ですよね。ロケットラボはスペース X とは別の、いわば宇宙版の純大手ゼネコンなのだ。受注残高が前年比2倍以上の22億ドル、日本円で約3300億円まで膨らんでいるのだ。今回の最大契約の相手は非公開だけど、ニュートロンとエレクトロンという2種類のロケットを2029年まで独占的に打ち上げる内容なのだ。しかも3月には超音速テスト飛行20回で190億円規模の契約も取っていたのだ。3300億円の受注残。これ、野球で言ったら来年、再来年分のチケットが全部売り切れてるようなものですね。しかもそれが倍になったっていう。この株価暴騰の背景には2つの大きなうねりがあるのだ。1つはトランプ政権が進めるゴールデンドーム計画、つまりミサイル防衛の宇宙版で人工衛星の需要が爆発的に増えているのだ。もう1つは NASA の有人月面探査アルテミス計画が本格化してきたこと。宇宙ビジネスが国防と一体化した今、ロケットラボのような会社の株は1日で月収が吹き飛ぶほど動くのだ。 NISA で米国株 ETF を持っている人は今後この銘柄が間接的に組み込まれる可能性もあるのだ。2本目はウクライナ停戦なのだ。 SCMP とポリティコによると、トランプ大統領が5月8日、ロシアとウクライナが3日間の停戦に合意したと発表したのだ。期間は5月9日から11日。なぜこの日程かというと、5月9日はロシアにとって戦勝記念日、ナチス、ドイツに勝った日で最大の祝日なのだ。3日間だけ。それって本当の鉄線への第一歩なんですか？それとも記念日用のパフォーマンスっていう見方もできませんか？過去にも何度か鉄線が崩れてますよね。鋭い疑問なのだ。ポリティコはまさにそこをついていて、過去の停戦は全て崩壊した特技を指しているのだ。ただ、今回は少し違う点があるのだ。捕虜1000人対1000人の交換が同時に合意されたのだ。捕虜交換は具体的な実績として残るから、単なるポーズとは次元が違うのだ。トランプ本人は終戦に向けて毎日近づいていると言っているけど、ゼレンスキーも確認ツイートを出した。3日間で終わるのか、それとも本格交渉の入り口になるのか。5月12日が最初の分岐点なのだ。3本目は EU とアメリカの関税交渉なのだ。ドイツのハンデルスブラッドによると、トランプ大統領は EU への自動車関税を今週中に 15% から 25% に引き上げると脅していたのだ。でも EU 議会が抵抗して結局7月4日まで延期したのだ。7月4日ってアメリカの独立記念日じゃないですか。その日を期限にするのってトランプ流の演出というか、かなり意図的ですよね。まさにそうなのだ。ハンデルスブラッドの取材では、欧州の企業担当者がプランニングの確実性が何より必要なのに、毎週関税率が変わる状況では設備投資ができないと嘆いていたのだ。さらに同じ日にニューヨークの貿易裁判所がトランプの関税の法的根拠を無効と判断したのだ。これはつまり EU が保護条項にこだわったのは正解だったということなのだ。日本から見ると EU、アメリカ間の関税が固まることで世界の貿易ルールが安定し、日本の輸出企業にとっての不確実性も下がるのだ。4本目はアメリカの監視法 FISA なのだ。RFI によると、アメリカの外国情報監視法の第702条が6月14日に期限を迎えるのだ。これが何かというと、NSA が Google、メタ、Amazon、AI プラットフォームに対してターゲットとした人物の通信記録を令状なしで提出させられる法律なのだ。令状なしって、
それ日本人にも関係あるんですか？私、Google ドライブとかブメイルとか普通に使ってますけど、もしかして私のメールも見られてるってことですか？法律の文言では、外国にいる外国人がターゲットなのだ。つまり日本在住の日本人も対象に含まれうるのだ。RFI によると、アメリカにとって有用な外国情報という非常に広い定義が使われていて、テロだけでなく経済的利益や外交、軍事動向まで含まれるのだ。問題はここからなのだ。民主党も共和党も延長に反対という珍しい超党派の反発が起きていて、トランプ政権が異例の譲歩を迫られる可能性があるのだ。私はこれ、本当に廃止してほしいと思うんですよ。企業が国家の監視装置に組み込まれてるって、SNS 時代にはもう止められないかもしれないけど、少なくとも透明なルールが必要だと思います。先輩はどう見てますか？正直、僕も複雑なのだ。テロや核拡散を防ぐためには情報収集は必要だと思う。でも、経済的利益まで含まれるとなると、それは同盟国の産業スパイにもなりうるのだ。日本の自動車や半導体の交渉情報が筒抜けだったとしたら、対米交渉は常に手の内を見られているのだ。だからこそ超党派で反発が起きているのは珍しいことだけど理解できるのだ。ここまで4本。宇宙株 34% 暴騰、ウクライナ3日停戦、 EU 関税7月4日延期、アメリカの FISA 監視法論争を見てきたのだ。最後の5本目が今日一番意外な話なのだ。5本目はダンキンドーナツの話なのだ。 CNBC によると、ダンキンを傘下に持つ外食企業インスパイアブランズが極秘で IPO 申請をしたのだ。インスパイアはダンキン以外にもバッファロー、ワイルド、ウィングス、ソニック、ドライブイン、ハービーズなど6ブランドを持ち、世界3万3000店以上、年間売上3兆4000億円規模の外食帝国なのだ。想定評価額は約2兆9000億円と報じられているのだ。2兆9000億円。ドーナツ屋さんがそんな規模の会社だったんですね。でも今の IPO 市場って低迷してるって聞きますけど、なぜ今なんですか？ CNBC によると、確かに IPO 市場は低迷しているのだ。でも今年後半に状況が変わるかもしれないという期待があるのだ。特にスペース X は1兆ドル超で上場するとも言われていて、それが市場全体の熱気を呼び込む先導役になるという読みがあるのだ。インスパイアと同じくジャージーマイクスも秘密裏に IPO 申請したと報じられていて、外食チェーンの上場ラッシュが来るかもしれないのだ。日本人の投資家から見ると、 NISA で米国株や外食セクターの ETF を持っている人にとって注目株が増えるのだ。今日覚えてほしい数字は2つなのだ。34と5月12日なのだ。34は宇宙株の1日上昇率。宇宙が国防と直結した今、このセクターは1日で月収が動く世界になったのだ。5月12日はウクライナ停戦の期限。3日が本当に終戦への入り口になるのか、それとも崩れるのか、その答えが月曜の朝に出るのだ。ロケットラボの株が 34% 上がった一方で、ウクライナでは血を流してる人たちがいる。この対比が今日の世界を象徴してると思いました。5月12日に停戦が続いていてほしいです。皆さんは停戦が本物になると思いますか？コメントで教えてほしいです。明日は今日のロケットラボ急騰を受けて、宇宙経済と日本の関係を深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で待っていてほしいのだ。また明日、なのだ。